皆さんこんにちは。こちらはヤマハ A2000A です。発売は1985年。当時の定価は19万5000円でした。なかなか立派な外観ですね。ヤマハの技術を結集して作られた大変贅沢な作りのアンプです。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。このアンプには A 級を模擬する回路が搭載されています。これは A 級と AB 級の2つのアンプを組み合わせることで AB 級の出力と準 A 級の性能を両立させる回路です。これを実現するために A 級と AB 級の2台分のアンプが入っています。ZDR というのは入力と出力の誤差を入力に戻すことで歪みを打ち消す仕組みです。フォの入力も充実しています。MC の感度や MM の静電負荷容量を切り替えできます。同社のスピーカー NS1000 や2000シリーズに合わせて低音を増強できるリッチネス回路が搭載されています。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。1W から定格までフラットです。ということはこのアンプには音色がありません。定格まで広域がフラットですので過渡応答も完璧です。このアンプにはリッチネス回路がついています。この内容を確認します。F0 付近を強調することで密閉型スピーカーの低音をフラットに伸ばすイコライザーのようです。この機能はソースダイレクトでバイパスされません。いつも有効にできますから使える回路です。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。グレーの線が今回のアンプです。右肩下がりの部分はノイズです。他の機種よりワンランク低いですね。高級機らしい優れた性能です。このアンプは A 級相当ですが、グラフにある AB 級と大差ありません。これについては最後に考察します。このアンプはかなり熱くなります。A 級のアイドリング電流を減らすと発熱が減りますので試しにやってみました。こちらがその結果です。アイドリング電流を半分に減らしていますが、歪みにほとんど影響していません。これで発熱が半分になりますから安心して使えるでしょう。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。ダイナミックレンジは 1W で 100dB あれば十分ですが、それをはるかに超えています。もともとノイズが少ないだけあって優れた特性です。ダンピングファクターを見ていきます。だいたい140です。カタログスペックの200に届きませんが十分な性能です。広域で少し落ちているのは内部回路の影響です。
汎用のアンプはユーザーが何をつないでも問題が起きないように、パワー素子とスピーカー端子の間にいろんな回路が入っています。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。なかなかいい結果です。絞ったところのエラーが増えていますが、5% 以内に収まっています。小音量から良好なステレオイメージが得られるでしょう。こちらはフォノイコライザーの特性です。RIAA の理想カーブにぴったり一致しています。このフォノイコライザーには音色がありません。ノイズはどうでしょう。一番上の線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音はこれより下にあれば問題ありません。MM も MC も問題ない性能です。こちらはノイズ性能のランキングです。矢印が今回のアンプです。MC のノイズが大きめですが、実用上問題ないレベルです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。このアンプの音は原音と区別できませんので、今回も現実の主張を模擬した音をお聞きいただきます。それではどうぞ。古いピアノにもたれ音楽室の古いピアノにもたれ音楽室の古いピアノにもたれていかがでしたでしょう。何か違いを感じた方はその内容をお聞かせください。見た目と高い性能が両立した高級機にふさわしい内容のアンプです。フォノイコライザーの機能も充実していて、カートリッジの実力を引き出すことができます。密閉型スピーカーの低音を補強するイコライザーがついています。ヤマハは密閉型のスピーカーを多く作ってきましたが、低音が不足する欠点がありました。これを使ってその欠点を補うことができます。このアンプは永久動作を売りにしています。これは先ほどの歪みの結果です。この中には A 級アンプが2つありますが、AB 級でも歪みを十分小さくできて A 級と区別できません。
A 級は原理的にクロスオーバー歪みが出ませんが、アンプの歪みはクロスオーバー歪みだけではありません。素子自体に特性のばらつきや非線形性があります。これらの歪みを合計した最終的な結果は A 級も AB 級も大して変わらないのが現実です。A 級から歪みのメリットを取ったらデメリットしか残りません。発熱が多くて非効率な A 級を選ぶ理由はほとんどないでしょう。このアンプはかなり熱くなります。これが故障の原因に関係していましたが、幸いなことに A 級のアイドリング電流を減らすことができました。発熱が大幅に減ってアイドリングの消費電力が 100W を切ります。この状態なら安心して使えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。